グロービス知見録。今回、言語化の魔力が、読者が選ぶビジネス書グランプリ2023年で、はい、自己啓発賞受賞ということでおめでとうございます。ありがとうございます。どうですか。たくさん本を書かれてきていて、で40冊目になる、41冊目になるんですかね。はい、改めてこの賞を受賞されて、どんなふうに感じてそうですね、非常に嬉しいと思います。今までだいたい毎年ノミネートはさせていただいてるんですけども、最高でアウトプット大全の第3位ですね。アウトプット大全も当時1年で多分20万部ぐらい売れたと思うんですけど、それで第3位ってどういうことということで、結構苦節なんでなのかね、苦節7、8年ぐらいだと思いますけども。そうだったんですね。ようやくいただけて嬉しいですね。小説とかだといろいろそのね、芥川賞、直木賞とかいろいろありますけども、やっぱビジネス書ってもう売上のランキングぐらいしかないので、非常にこういう賞は励みになるというかですね、設定していただけて嬉しく思います。ありがとうございます。41冊目ということで、たくさん本を書かれてきたんですけれども、今回の本はあえて構想からこういうことを届けたいという思いで特徴をあえて41冊目としての特徴。そうですね。やっぱりそのコロナ禍っていうことがありますので、やっぱりこの3年間私たちストレスを抱えてね、いろんな悩みもある。あといろいろ国際問題とかいろいろ不安が多い時代になってきているという中で、やっぱり悩み多い時代だと思うんですね。今っていうのはすごくここ10年20年の中でもで先行き不透明だし、経済どうなるかとかいろいろあると思うんですけど、その悩みを減らすことができたら、皆様方、日本人の皆様に少しね、私精神科医なのでやっぱりベースとしては、やっぱりその皆さんのストレスが減って悩みが減って、最終的にそういうメンタル疾患の患者さんとかその自殺とかですね、そういう人が減っていただければいいなっていう、基本スタンスで、私のビジョンが情報発信によるメンタル疾患の予防なんですけども、そこを踏まえると今の時代やっぱこの悩みというものをもうちょっと減らしたり、それがあと自分でそれを減らせることができると最高だなっていうコンセプトで書きましたのがこの言語化の魔力という本です。これはやっぱりYouTube で日々発信されたりブログを書いておられたり、日々いろんなクライアントさん出てる集大成みたいな感じで。そうですね。私 YouTube を今8年やってまして、だいたい4000本以上の悩みというか質問に答えていて、で質問を集めるってそれに答えるっていうのが特徴なんですね。で毎日30問ぐらいの質問が集まってきて、1ヶ月で1000本、1年で1万2000本、8年なので10万件以上の質問が集まってるんですね。それをある種最初それに対して一冊でその10万件の悩みに対して1冊で回答ができる本ができたらすごいよねっていうところからちょっと編集の人と話し合いながらこういうコンセプトにまとまってきて。しかしながら10万件といってもほぼ同じ質問がほぼ重複していてですね、実際には100パターンぐらいに分けられるのかな。で最初いろんな解消法を書いていたんですけども、そこに全てに共通するのが言語化っていうキーワードが浮き上がってきまして、最終的に言語化の魔力っていうタイトルになったんですけど、最初は悩みを解決できない人が9割っていう仮タイトルで進んでたんですね、実はね。多分日本で一番悩みをたくさん聞いてらっしゃる、精神科医の領域だとナンバーワンだと思うんですけど、それ超えても悩みを一番集めているということでは間違いない10万件持ってますのでね、ファイルでですね、で毎日さらに増え続けてますので。だけどやっぱり皆さん共通したことで悩んでるっていうことに気づきますよね。同じような悩みですね。例えば言語化の魔力でも取り扱ってますように、自己肯定感が低いとか、話し方が下手ですとか、自分ってダメな人間ですとか、皆さんほとんどの人がそういうことを言うんですけども、実際それをじゃあ実際みんなそう思ってんじゃないのと思って、私もツイッター今17、8万人フォロワーがいるので、ツイッターでアンケート機能があるんで聞いてみたんですよ。じゃあ自己肯定感が高い人、私は自己肯定感が高いっていう人はもう 20% 以下で、80% 以上の人は自己肯定感は低いというふうに言うんですね。でいろんな質問に投げても全部8割で、話し方が下手ですとか、人前に出て緊張しますとか、コンプレックスを持ってますって人も大体8割プラマイなんですよね。なのでほとんどの人がそういうネガティブな、つまり悩みを持っていてマジョリティなんですよ。普通なんですよ。自己肯定感が低いのが普通なんですね。それを知るだけでも皆さん自分が平均値より劣ってるから
多分ストレスになったり悩むと思うんだけど、実は皆様方はほぼほぼ平均値なんですね。その自己肯定感が低くて話し方が下手で内向的っていうのが、まあ、ほとんどの平均的な日本人だと思いますね。だから悩まなくていいってことです。じゃあそんなに自分を小さくしておく必要もなくて、こう悩み持ってること自体もそんなにまあみんな実は日本人って平均とか他の人が好きなんですけども、今回だから分析してみると、皆さん方はまあごく普通の、マジョリティですねっていうことにちょっと気づくっていうのも、こう視点って視座っていう言葉でこの本では書いてるんですけど、視座をちょっと変えるとこう自分がってなるとこうなっちゃうので悩みってどんどん大きくなるんですけど、外から見るといや大したことないのになってあるじゃないですか。だから自分で外から見ることができると、あ、こんな感じかっていうふうになるので、そこはすごく狙って書いてる部分もあります。そうですよね。確かに悩みの中にいると周りが何も聞こえなくて見えなくなって、視野狭窄っていうんですけどね、心理学的にはね。視野狭窄を広げてあげるだけで、あ、こんなものなのかってなるんですね。まあその中で今回は言語化っていう言葉を、アウトプット大全も含めて言葉に出していくっていうことがすごく重要になってますけど、いろいろ書いていただいてるんですけど、あえてこの部分を今日お伝え。そうですね。まあアウトプットと言語化ってどう違うのって話になるんだけど、アウトプットっていうのはまあもっとすごい広いんですよね。自分の思ってることを話したり、書く行動をするっていうのがアウトプットなので、言語化っていうのはもともと心理学の用語なんですけど、心の中にモヤモヤっとしたり、あーってなってることを言葉にして表現するっていうことがもともとの言語化なんですね。だから子供の頃なんかそういうトラウマというかね、なんかひどい体験を受けたってことを言葉に出すっていうのがもともとの心理学の言語化なんですけども、私たち日本人ってそれがすごく下手で、あと会社でもそうなんだけども、あと会社で仕事がうまくいってなくても、同僚や先輩や上司に相談しづらい、もしくはしていないじゃないですか。それもやっぱ言語化の能力が低いというか、私は言語化する勇気っていう言葉を使ってるんですけど、うまい下手ではなく勇気を持って言うことがまず大切なので、とりあえず言えば0が1になるから、それをみんな上手にやろうとしすぎるんですよね。だからアウトプットっていう言葉を使うと、アウトプット力ってなっちゃうんですよ、おそらくね。アウトプット力を伸ばさないとってなるんだけど、言語化っていうのは言うか言わないかなので、例えば告るっていうのは分かりやすいけど、好きですっていうことが重要であって、上品に言うとかかっこよく言うよりも、告るで例えると分かるんですけど、みんなかっこよく言おうとか、なんかでどういう表現をしようって言ってずっと悩んで結局告らないっていうことになっちゃうじゃないですか。うまい下手ではなく、そこに行動言葉にすることが一番重要だし、好きですって言えばほぼ 100% 間違いなく誤解なく好きであることは伝わるはずなんですよね。だからそういうことも含めて、もっとみんな思ってることを言葉にしていくとすっきりするし、ストレスたまらないし、で人間って心伝心という言葉もありますけども、基本的にテレパシー持ってるわけじゃないので、相手が何を思ってるかわからないんですよね、やっぱりね。で特にコロナの時代になるとテレワークみたいになっちゃって、Zoom で会議をしてたとしても、案件としては進むけども、実は大変なんですとかいうことを言いづらかったりする。だから余計やっぱりこの言語化して自分が思ってることや、あるいは辛いこと、特に辛いこととか困ってることとかね、つまずいてることとかを、もっと一言でも多く言って言葉にしていくと、全てがうまく回るんじゃないかと思いますけどもね。そうですね。僕もビジネスの世界でいろんな企業さんの研修とかもやるんですけど、なかなか出てこないなって思うのは、助けてとかって言葉がなかなか言ったらもう恥ずかしいというか、もっと言えばいいのにって思ったりもするんですけど。で、私もアメリカ留学してましたけど、ヘルプミーはよく言いますよね。すごい言います。ちょっと困ってたらちょっとヘルプミーって呼ばれて、ちょっとこれやってって言って毎日のように聞く言葉なんですよ、実はね。日本人はよっぽどじゃないと助けてとか、手伝ってとかもあんまり言わないじゃない。自分で何とかしようとするという美学なんだけども、それは悪いことではないんですけども、ある種我慢したり限界を超えちゃうと、やっぱ病気になってストレスが溜まりすぎて、結果としてメンタル疾患がメンタルがやられたりね、する原因になるので、それをあまり大きくしないうちに抜いていきましょう。ガス抜きって言葉ですね。ガス抜きですね。日本人は海外のご経験もあって、割と助けてとか自分の言語化があまり上手じゃないという話もあったんですけど、世代的に見るとどの辺が難しさとかって感じたりしますか？私はね、あんまり世代で論じたくないです。時代的な問題っていうのがあると思いますけどね。でやっぱり東日本大震災の
11年、はい、2011年か以降一つ時代っていうのが変わってきて、でその前はバブル崩壊があって、最初お金が価値観だったのが、震災以降その絆とかつながりっていう言葉がものすごく言われるようになってきて、やっぱり心の時代に変わってるんですよね、2011年からね。それっていうのは私はすごくいいことであると思いますけども、それまで逆にお金とか経済的な成功とかばっかり言ってて、それがバブルで弾けて失って初めて、その後さらに震災になって大変なことになって、普通に家族が一緒にいるとか、自分の友達がいるとかいうことが素晴らしく、それを生きているだけで素晴らしいということに初めて気づいたわけですね。でそこで今度コロナになった時に、それコミュニケーションしたいんだけどできないと、会っちゃいけませんという時代になってるわけですね。だからこれを積極的に、だからあえて言語化したり、友達と連絡して会っていろいろ会って、普通にコーヒー飲んでお茶を飲むだけでいいわけですよね。今それもなんか飲み会行こうよっていうのもなんか誘うのが誘いづらい時代になってきちゃっていると、会社とかでもそうだと思うんですけどね。それっていうのがある意味そのメンタルの危機に通じなければいいなと思ってますけど、特に今失われた3年間ですか、これで大学生とかあと高校生、あと小学生なんかももう給食も黙食ですよね。まだ未だにそうだと思うんですけども、それが社会人に出た時に普通に仕事できるかっていうとまず無理だと思うんですよね。そういった将来の懸念も含めて、もうちょっとコミュニケーション力を高めてほしい、言語化能力を高めてほしいという意味合いもあります。ありがとうございます。とはいえちょっと最近感じるんですけど、なんかスポーツとか、ワールドカップがあったりとかしますけど、割となんか選手が泣いていたり、インタビューを見てると、なんか割となんか緊張したとか、なんか昔昭和の時代の選手ってそんなこと言わなかったような気がするんですけど、なんかそういうふうに感じますか？今のそのZ 世代とか若い世代、藤井聡太さんとか、すごいもう超すごい人が登場してるっていうのは一つありますよね。その昔だと例えばオリンピックでその散々活躍してる選手が本番でなんかミスしたりこけるっていうことよくあったと思うんですけど、今はどっちかというと本番で普段以上の実力を発揮できる若者が増えているというのはあると思うんだけど、私はどっちかというと二極化ですごくうまくいってる人と、そういう自己表現ができない人、あとよく発達障害もしくは発達障害かもしれませんという人が大体 10% って言われてるんですけど、一方でいるわけですね。昔はもうちょっとこう平均的というかですねだったと思うんだけど、そういう自己コントロールができる人と、ちょっとすごい苦手な人が分かれてきている。でそこのじゃあどうしたらそっちのいい方に行けるかっていった時に、言語化っていうのかな、言語化すると自己分析できるし、自分が何したいのかも分かるし、私はできないっていうよりも、俺はできるって言った人の方が多分成功する確率は高いんですね。そういう研究もあるんですけども、なのでポジティブなことを言ったりねしていくっていうことはすごい大切だし、実際そういうこと、俺のスポーツの後のインタビューとか見てもみんなポジティブじゃないですか。あと感謝の言葉を必ず言う。この本の中でもね、親切と感謝の連鎖っていうのを一番最後の章のところに入れたんですけども、やっぱりその人に親切で感謝する人っていうのはオキシトシンとそのエンドルフィンっていう脳をものすごい活性化したり、オキシトシンはすごいリラックスする物質が出るんですね。だから感謝と親切そのビジネス書たくさん読まれてたらほとんどの本に書かれてるじゃないですか。昔からも何十年も昔、自己啓発書で必ず感謝ありがとうと言いなさいと。その理由って脳科学的に解説した人っていないんですよね。私はその親切にするとオキシトシンですよと、感謝するとエンドルフィンですよということを初めて言ったというか、研究としてはあるんですけども、その自己啓発的な要素と絡めておそらく日本で初めてというか世界で初めてお伝えしていると思いますけどね。じゃあちょっと試してみます。樺沢さん、今日本当お会いできて嬉しいです。ありがとうございます。本当私も嬉しいです。今出てるんですね。だからこうやって言っただけでふっと笑顔になっちゃうでしょ。これが言語化の魔力ですね。0.1 秒でもマインドが変わるんです。で一方でビジネスの世界だと、特に世代はともかくとしてご自分の本音は出しちゃいけないとか、弱さは見せちゃいけないとか、本当はありがとうって思ってるのになんか言わないようにするとか、特になんか弱さを隠して規制を張って頑張ってる人たちが特に多くて、見ててちょっと悲しくなる時もあるんですけど、そういうビジネスの世界であえて言葉をうまく使っていく。そうですね。
まず相談するっていうのは難しいですよね。だからもっとその上流っていうのかな、悩みが大きくなる前に小さいうちに軽く聞くというかね、これってどうなんですかねみたいな感じで。すごいみんな困ってどうしようもなくなって相談して「お前なんでもっと早く言わないんだ」って怒られるっていうパターンが多いと思うんですけど、小さい段階で言うということ。でもそれも難しい。そうしたらどうしたらいいかっていうと、私も雑談しかないと思いますけどね。普段の会話の中で「そう、あの件どうなってるの？いや、うまくいってますよ。うまくいってない、うまくいってます」とか言っちゃうんですよ。そうじゃなくてA 社の担当の人がちょっとなんか渋ってんですよねみたいなことを気軽にこう言っておくってことですね。で、気軽に言えないものが悩みがこれだけ多くなった時に言えるのかって言ったら絶対言えないんですよ。このぐらいの時に言い合える。そうするともうすぐ対処できるじゃないですか。なんか我慢しないというか気楽にこう言い合う、まあガス抜きとも言いますけど、まあ軽いコミュニケーション、まあキャッチボールと言った方がいいのかな。最近私キャッチボールって言葉が好きなんですけど、とりあえずボールを投げたら帰ってくるので、みんな投げないでずっと持ってるんですよ。そしたら進まないわけですね。なるほど。この辺の話っていうのはもうちょっと視点変わるかもしれませんけど、樺沢さんのいろんな経験の積み重ねの中から出てきている。そうですね。経験の積み重ねですね。で、精神科医としての経験がありますけど、あと YouTube でも4000問も答えてるってのもあるし、あと私いろんなコミュニティをやっぱりウェブ心理塾とか樺沢塾とかいろいろ勉強のコミュニティを私も自分でやってるんですけど、そこでやっぱり何百人何千人の人と会ってるので生で意見を聞いてますね。だから精神科医になっちゃうと患者さんの話とかメンタルに弱った人の話しか聞けないけど、私のコミュニティだとそこから治った人とかも結構私のファンなんですね。メンタル疾患で治療中の人とメンタル疾患回復した人結構私のファンの半分ぐらいだと思うんですけども、治った人のと合わないんですね、精神科医っていうのは。当然ですけど治ったら病気に来ないわけだからね。だからいろんな人のその悩みとか意見を聞いてるっていう意味ではなかなかいない存在かなとは思ってます。この本を読んですごく面白かったのはフレーズとして入れるといいねっていうのがいくつか紹介されてるじゃないですか。例えば「へー」とかですね。それはそれとしてとか、それはそれとしてとか。これは実際に樺沢さんが使って私が使ってる言葉ですね。これはね実際にじゃ使ってきて体験をして普段から使ってる言葉ですね。で使っていただいて患者さんとかにも使っていただいて、患者さんには使ってないと思いますけどね。患者さんには言ってもできないですね。ポジティブな例えば言葉を言ってって言っても、私は治るって言ってみてって言っても言えませんっていう。抵抗がある。それはある種メンタルブロックというか、受容っていうのが心理的に自分の病気を受け止める、これ受容っていうんですけど、受容できてないと私は治るってとりあえずいいから言ってって言っても無理ですって言うんですね。不思議なもので。だからなかなか患者さんには使いづらい。まあ患者さんでもちろんそういうふうに言ってくれる人はいますけども、ポジティブな言葉をもっと言おうよっていう、ネガポジ変換とかね。それもやってくれる人はすごく効果があるんだけど、最初のうちは無理ですっていう人が多いですね。そのメンタルブロックっていう言葉が出てきたんですけど、そこのメンタルブロックの始める壊していくというか外していく一歩目みたいなところ、やっぱりその自己洞察力、心理学というと内省、内側に反省する内省って言葉を使うんですけども、メンタル疾患になりやすい人の特徴は自己洞察力がすごく低いです。分かりやすく言うと、最近仕事が忙しくて疲れてるなっていうことを自覚できる人は、じゃあ今日きちんと睡眠取ろうとか、飲み会行かないで休もうとかできるんだけど、それを気づけないから仕事睡眠時間減らしてもっと頑張んないととかね、疲れたから飲み会行こうとかね、酒飲んでごまかそうって言ってどんどんおかしな方向に行くので、自己洞察力がしっかりしてる人はメンタル疾患に限らず病気にもなりづらいと思うんですね。だけどそれをいわゆる根性とか、日本人のあまり良くない昭和的なね、お前何やってんだみたいなね、根性で乗り切ろうみたいな精神とかやっぱりまだ残ってる会社も多いんですかね、やっぱりね。だからそれでおかしな方向に行っちゃってると思うんです。なので自己洞察力をつけていく、そのためにはね、日記とかアウトプットな普段から書くっていうことですね。例えば私は映画見たら映画の感想を書くってことを必ずやってるんですけど、映画の感想を書くと面白かったですと、じゃあなぜ面白かったんだろう、いやこのシーンのこの描写が、あるいはこのキャラクターの生き方が、主人公の生き方が好きですと、なぜ好きなんだろう、でも自分にはそれがないからだ、自分はこういう生き方をしてきた、自己洞察に必ずつながるんですね。
本を読んで感想を書く、これもすごいいいことなんですけども、ほとんどの人はやらない、だけど本を読んで自分が共感した、あるいは学んだところっていうのは自分にないところであったり、自分の弱さであったりするので、そこで気づけるはずなんですね。だからそういう本の感想を書くのは間違いなく言語化なんですけど、なぜ書くといいのかというと、いろんなメリットがあるんだけど、自己洞察力が間違いなく高まります、なるほど。僕もあんまり書くのが苦手なものなんですけれどもこう書く習慣はこう最初につけやすくする方法みたいなのありますかね。SNS がいいと思いますけどね。なるほどね。ツイッターとかだとなんか百何十文字なので、2、3分あればもっと、普通もっと慣れれば1分で書けますけど、5分もかからないと思うんですよね。だからそこに本の感想とか映画の感想をみんな書けばいいのに、なんていうのかな、これ面白いって言った時に、いや面白くないよって言われるのが多分みんな怖いんだと思うんですよね。そうすると自己否定されたような、だけど悪口を言うのは良くないと思うんですよ。この映画はすげえつまんないよって私は書かないんですよ。もしそういうのがあったとしても、スルーカバスはこれすごいヒットしてる映画なのになんで感想書かないんだろうとだから思われてると思うんだけど、あえて言わなくてもね、言わないことによってお伝えするっていうことをしてますけども、いいことを書くのはいいことじゃないですか。この本が役立ちますよとかね、推薦するのはすごくいいことなので。逆に言うと推薦されてそれ買った人はこの本いい本だって言って喜ばれるわけだから、そうですよね。そういうポジティブな推薦っていうかおすすめっていうのはもっと積極的に皆さんね、やってほしいし、やっぱり今ビジネス書がすごい売れない時代になってきてますから、なんていうのかもっと広がってほしいという意味も含めてね、本の感想を書こうっていうことを私はすごくプッシュしてますね。ちょっと僕もチャレンジしてみます。あとは今ちょっと個人として言語化力を上げていくって話もあったんですけど、チームとか組織として言語化力を上げていく組織にしていくとかチームにしていくために何か心がけた。そうですね、私は最近のテレワークのズームとかっていうのが非常に良くないというか、最近私もずっとズームでやってましたけども、最近やっぱりリアルでね会って打ち合わせとかをするんですけど、ものすごくいいアイデアが出るんです。なぜかというとテレワークの場合はやっぱり時間とかが決まっていて、余計なこと言っちゃいけないというこの暗黙のあれがあるわけですよ。だから雑談とかすんげえつまんない話とか言ったら、なんだこいつって多分思うと思うんですけど、リアルの場だとさりげなくこんなのどうかな、これ絶対ダメだと思うけどこんなのどうかなっていうのが言えるんですよね。でもそれ自体はダメで、いやそれをこうやってこれと重ね合わせるとすごくいいんじゃない、そうだねって言ってどんどん進んでいったりするので、そのつまらない意見ってあれだけども、種みたいなものですね、そのアイデアの種みたいなものを言い合えるっていうのがやっぱりリアルの良さかなと思いますね。で今のこの会社組織っていうのを見ると、やっぱりリアルコミュニケーションっていうものをやっぱ大切にしてほしい、その基本はだから挨拶とか雑談なんですよね。でそれもやっぱコロナであんまりしなくなってるって話をすごくね、聞きますので、コーヒーブレイクみたいな休憩時間にね、最近どうとかっていうのがものすごくメンタル的にもいいし、職場のそういう、生産性を高めるっていう研究も出てますね。雑談が会社のその成績を上げると、さらにメンタルの解消にもなるということが言われてます。雑談です。だから雑談をしやすい雰囲気ですね。あえてオンラインの中で雑談がしやすくなる。そうですね。Zoom とかだったら3人とか4人ごとにさ、ブレイクアウトルームって作れますね。なんか一番最初にそこでなんかお題決めて、一番いいのは今週あった楽しかったことをじゃあシェアしましょうとか、例えばなんか休み明けだったら家族でどっか行ったらそれをシェアしてくださいって言って、楽しいことを話すだけでドーパミンが出るんですね。実は楽しくなるんですよ。で辛いことを話すとなんか気分が落ち込むんだよね。だから最初の3分とか5分のそういう、いわゆるアイスブレイクね、アイスブレイクの時間で、誰でも必ず言えることを話題にしたらいいと思いますけどね。今週末どこ行きましたか、何しましたか、みたいなね。どうでもいい話でいいんですね、実はね。じゃあオンライン会議とかやるときも最初から本題に入らずにそれが入れるといいんですけど、それなかなか難しいかなと思うので。ぜひやってほしいですね。皆さんやってほしいですね。皆さんそういうファシリテーターされているような方もね、見てると思いますので。今週どうだったってみんな一言ずつお話してみてください。全員だとやりづらいんですよ。なんか3人とかグループっていうのは非常にやりやすいですね。私もその
コミュニティとかを持ってまして、交流会とかをオンラインでやるんですけど、会場に来れない人もいるから、そういうオンラインで、そうするとやっぱ3人ぐらいでやると、こう話が盛り上がりますよね、やっぱりね。ありがとうございます。じゃあちょっと視点を変えて、この本の中で一番ちょっと感銘を受けたのは、諦めるっていう、最後の人がすごく、なかなか諦めきれないで頑張ってる人に、なんかちょっと荷を下ろしていいんだよとか、戦いから降りていいんだよっていうようなところにすごくメッセージがこもってたような気がしていて、こう諦める力って言い方微妙かもしれませんけど、こう気持ちよく手放していく、そうですね、諦めていく、手放すっていう表現もいいですね、諦めるっていうのはね。なかなかね、ビジネス書におきまして、諦めなさいっていうのを書いてあるのって多分ほとんどないと思うんですよね。なのでしかしながら、その本当に追い詰められた時に諦めないから病気になるんですね。逆に言うと諦めたり手放したりすることができたら、少なくともメンタル疾患まではならないと思うんですね。もう無理だっていうことで、例えば会社を辞めるっていうこともそうだと思うんだけど、病気になる前に会社を辞めればメンタル疾患にならないじゃないですか、例えばね。だからみんなそのどっちか昭和的な根性論みたいのがいまだに引きずってるというか、そうですね、そんなお前なんとか精神力で乗り切れみたいなね、頑張ればなんとかなるとかね、いうのはそろそろ卒業にしてほしいかなと思いますけどもね、今の時代ね。ちょっとお伺いしにくいんですけど、樺沢さんご自身も何か諦めた？私はすぐ諦めるというか、基本的に淡々とやり続けますね。諦める以前、例えば YouTube も今やってこそ40万人ですけど、やっぱり最初の3年ぐらいっていうのは本当に1万人超えるまでもすごいやっぱ大変だし、今でこそ一度が10万人見ますけど、最初の頃は本当に1000人見るのも大変なんですよ。やっぱりね、100人とかになるわけですよ。そうなった時に1000本ぐらいでアップすればみんな見るようになるんじゃないのっていう、未来の視座ですね。将来の自分を、未来の自分を信じるっていうことが私結構この本の中で好きなんだけども、みんな未来の自分を信じないんですよ。どうせやってもダメだからってみんな言うじゃないですか。どうせ無理だからって。私は少なくとも例えば YouTube で1000本アップロードしてる YouTuber の人で全然ダメな人ってそんなにいないはずなんですね。だから自分も1000本動画上げれば1万回以上再生されるよねっていうことを確信して毎日毎日投稿するしかないですね。で今私8年間毎日投稿してますけど YouTube ね、なかなかいないと思います。8年間毎日投稿してる人はね。でも淡々とやってらっしゃる。それも淡々とやってあんまりなんていうかな、よしやるぞってなるっていうエネルギーっていうのはせいぜい3ヶ月しか続かないので、淡々とやるのと、あとやっぱ感謝っていうのが重要で、コメント欄で私だから睡眠、運動、朝散歩っていうのをすごいおすすめしてるんですけど、朝散歩してすごく良くなりましたとかやっぱ書き込んでくれるんですよね。それってすごい励みになりますよ。それっていうのは別に今フォロワー40万人だけど、コメントに1個とか2個そういうのが入ってるだけでやっててよかったなっていうモチベーションになりますね、やっぱりね。なんかすごく元気をもらいました。なんか頑張ってやらなくていいんだって。そうですね。頑張るっていうのはせいぜい3ヶ月しか続かないと思ってください。だから会社のプロジェクトとか期間限定の今回はこれを来月までにこれをやるぞっていうのは通じるんだけど、1年とか2年になると燃え尽きたり鬱になったりするんですね。必ず本当に頑張り続けちゃうとね。そうです。だから緩急をつけるっていうこととか、できる範囲でやっていこうっていうですね、この本の中のこれも私がよく言う言葉なんですけど、患者さんとかによく言う言葉なんだけど、できる範囲でやってる限り病気なんかならないんですね。絶対無理してやってからもう疲れたってなるので、憔悴してエネルギーを使いすぎちゃって病気になるわけじゃないですか。できる範囲でやる、ただできる範囲なんだけども、そこのギリギリをこう100の皆さんが力があったとしたら、そこのギリギリをこう攻めるっていうのが重要で、怠けて7、80でやってたらそれはもちろん結果は出ないけども、その自分のパフォーマンスの今日のギリギリを攻めていくっていうところが、なんていうか疲れずに長く続ける一つのコツだと思いますけどね。いや本当41冊本を書かれて、4000の YouTube をアップされて、ブログも書かれて、映画評論もされて、淡々とやってらっしゃる。そうです。淡々とやってるので別になんか追い込まれてるわけでもないですけども、楽しみながらね。あとは文章を書くとか情報発信っていうのは基本楽しいんですよ。さっき言ったようにポジティブな反応が必ず起きますので。そうですよね。で皆さんネガティブな反応に注目しちゃうんですね。なんか批判されたとか、ディスられたとかね。だから
私のよく言うのは1対2対7の法則って言いまして、あなたを嫌いな人は必ず10人いたら1人いますと、あなたを好きな人を応援してくれる人は2人いますと、残りの7人はどうとも思ってませんっていうねまあニュートラル中立なんですけど、でこれって職場とかでもすごく言えて、必ず10人20人の職場だったら反論してもう常に食いついてくれる1人か2人いるんですよね。だけど応援してくれる人はその倍ぐらいいるし、あと他の人はまあ仕事上の付き合いなんですよ。だからネガティブな意見が出たらその2倍以上あなたを応援している人は必ずいるので、それを探さないといけません。で本書の中でも相談する人がいませんってみんな言うんだけど、絶対いるんですよね。それを探す、そしてあるいは自分から相手にその話したりコミュニケーションを取ることで、あ、この人は実は応援してくれてるんだってことに気づくわけなので、皆さんいろんな自分のことを好いてる人や応援してる人が皆さんの職場の周り、あるいはプライベートは必ずいるはずなんだけど、それに気づいてないっていうのはもったいないですね。そうですよね。そこも僕この本ですごく感銘を受けて、今もすごく絶対いるって強調されたと思う。絶対いますね。よくだからあるのが芸能人の方で、自殺されたりした方ね。で自殺っていうのは自分のことを誰も気にかけてくれてないと。一人でも自分のことを親身に思ってくれる人がいるって確信できたら死なないはずなんですね、人間ね。誰も自分のことなんか気にかけてくれないっていう先に自殺のが起こってくる。でも自殺された後すごい他の方がなんで相談してくれなかったんだとか、一度でも言ってくれたらよかったってみんなたくさんの方がいるじゃないですか。でもそれが気づかなくなってしまうっていうのがすごい残念なところですね。ちょっと僕すごく本当とはいえ難しいなと思って悩むのは、人間は悩んでる時とか落ち込んでる時とか、それこそ死にたいって思ってる時に一番エネルギーを失ってしまう生き物なのに、一番力が欲しい時に一番エネルギーを失ってしまうってすごく難しいなと思うんですけど、そういう時こそ仲間がいるんだと、相談できるんだって。ですからその段階で初めて相談するっていうのはちょっとやっぱり手遅れって言ったら失礼なんですけども、私も患者さんと話してて、患者さんにいろんなアドバイスをしても動けないんですよね。どれだけ上流でこうヘルプしていくかってことが大切になってきます。だから皆さんの会社でもちょっとこううまくいってない人とか、なんかちょっとこうなんか大丈夫かなっていう軽い状態でやっぱり手当てしていかないと、ひどくなってからあれはもう会社辞めたいんですっていう相談まで来ちゃったら結構きついと思うんですよね。早めに気づいて、早めにそのガス抜いたり、初めにこうちょっとこう要領よくできる方を教えてあげたりとかね。できるだけ早めにやっていただきたいなと思いますね。日常の中に。そうですね。日々の日常の中にですね。でメンタル疾患っていうのも、まあ大体5人に18%か、5人に1人は4、5人に1人はもう死ぬまでの間に精神科を受診するというふうに言われてますので、5人に1人いったら家族ですよ。自分の家族、自分と奥さんと子供2人と自分の親入れたら6人ぐらいになるわけだから、自分の家族の中で必ず1人ぐらいはメンタル疾患になるというすごい確率なんですね。これみんな知らないんですけども、こんなにメンタル疾患が多いってこと自体が、あるいは発達障害も最近だとなんと 10% とも言われてますので、自分の子供が発達障害かもしれないと言われてますけど 10% の確率なわけだから、そんなに落ち込まなくてもいいと思うんですけどね。だから逆に言うと誰でも、自分もそうだけど、私も今冬場とかですごい調子悪いんですけど、冬苦手なんでねちょっと軽い鬱的な感じであんま仕事とかもしたくないんで、本当に毎日8時間以上睡眠して休んでるんですけども、誰でも調子悪くなるんですよね。だから皆さんの職場でも必ず調子が悪い人もいるし、100人いたらうつ病の人1人は必ずいるので、そういう人が必ずあなたの周りにもいると思ってこうケアしてほしいですね。ちょっと手を差し伸べたり、大丈夫とか聞いたり、なんか扉をオープンにしとくっていうのが重要なんで、困ったことあったらいつでも言ってねとかね、いうぐらいのスタンスがいいと思いますけどね。そうですね。声かけやすくて声かけられやすい状態が、そうですそうです、環境の中に、家族でも職場でも、それは普段からの雑談とかで些細なことを言い合えるっていうところを担保しとかないと無理なんですね。いきなりよね、さっきも言いましたけどね。わかりました。雑談頑張っちゃいけないですね。雑談は上司がね頑張って雑談すると逆効果になるっていう研究があるんですけど、面白いですね頑張って雑談しちゃいけないそうです。あと仕事と何の関係もないようなバカ話がリラックス効果が高いらしいです。バカ話、いわゆるお笑いのね、昨日こんなお笑いやってたよとか、そんなの話しても時間の無駄だろうっていうふうに思っちゃうんだけど、実はそれが全く仕事と関係ない話なので、気分転換効果、リラックス効果が大きいらしい。そうですよね。
そのために映画とかたくさん見たりそう映画の話とかね、すごくいいと思うんですけどね。はい、ありがとう。僕も RRR 面白かったって100人ぐらいに言いましたけど樺沢さんも紹介してそうですね、まあザッツエンターテインメントですね。そうでしたよね。あと樺沢さんこの本の中で、すごくやっぱり印象に残った言葉が言葉として分かりやすいので、解決ではなくて解消です。そうですね。これはね、皆さんなんか悩みとか問題とかがあったら解決しようとするんですね。解決したいです。解決って何かというと、原因を見つけて、特にビジネスとかそうだと思うんだけど、原因を見つけて原因を対処することによってそれを取り除いて元に戻りましたから解決なんだけど、原因がそう簡単に取り除けないですよね。おそらくね、いろんな会社の問題とかそういうのを含めると、慢性的なものであったり、人員不足であったり、資金不足であったりすると、そう簡単に取り除けないわけですよ。そうしたらどうするかっていうと、ああ無理だってなってどんどん落ち込んでいくわけですね。だから原因を取り除く、メンタルでもそうなんだけども、例えば親子関係ですごいストレスを受けてるっていった場合、一人暮らしするお金もないとなった場合、ずっと親と一緒に住んでいかなきゃいけないとなった時に、もうどうしようもないってしかならないじゃないですか。原因を取り除こうとすると、取り除けない原因の場合はどうしようもないっていう絶望にしかならないんですよね。そうです。なので私は解消というのはどういうものか、マイナス10をいきなり0にするのが解決です。でもマイナス10のものをマイナス9にすることはできる。例えば、人に話を聞いてもらうだけですっきりするんですよね。少し元気が出るんですよね。だからマイナス10がもうマイナス9になってるんですよ。ビジネスにおいてももう何かしかのちょっとした対応をすると多少はマシになったりするかもしれない。だから一番火の車でよりはちょっと良くない。マイナス4、マイナス9になる。また別な施策を行うとマイナス9がマイナス8になる。できることを一つずつやっていくことによってマイナス7になりマイナス6になり、気づいたらマイナス3ぐらいになってるんですね。そうすると、あ、なんとかなりそうだ、どうしようもないっていう言葉が一番ダメな言葉なんですね。もうお手上げの言葉だから、それを一個ずつできることをできる範囲でやっていくだけでなんとかなるにどっかで変わるんですね。それ解消はだからマイナス10をマイナス9にすることです。マイナスを1個減らすことをだったらできますよね。そうですね。っていうと、そのぐらいだったらできそうかなって患者さんでも言ってくれますね。原因で皆さんだから原因を解決しようとする、原因を解決しない方がいいんです。できないので大体もしできるのであればもうしてるんですよ、おそらく。そうですよね。皆さんずっといろんなことで悩んでると思うので、本当に解決できる問題だともう解決してるはずなんですよね。それでも残ってる問題を解消して、マシにしていく。マシにしていくと、あと精神的に余裕が出るといいアイデアも浮かぶんですよ。だからああどうしようってなってる時にいいアイデアや正しい対処法対策っていうのは出ないんですね。なのでそれマイナス3ぐらいになってくると、あこれもやったらいいな、こういうこともできるなって思えてくるので、ポンポンポンってこうゼロになっていくんですね。なんかそれ聞いてると日常の中に結構マシなこといっぱいありますよね。そういう日常の中にマシなことって結構いっぱいあるので、それに気づいていくこと。ポジティブなこの本はね、マイナス10をゼロにする本を目標にしてるんですけど、毎日を楽しむ人の考え方、絆出版が出したちょうどこの前に出した本なんですけど、それはゼロを10にしていく本なんですね。プラスを1個ずつ日々の生活の中で映画見て面白かったわ、友達と飲みに行って楽しかったわ、プラス1ですよね。それをどんどん増やしていくとプラス10になるんですね。だからこの両方一緒に読んでいただきたいんですけども、喧嘩の魔力はマイナス10をゼロにする、ゼロをプラス10にするのが毎日を楽しむと考え方。両方使っていいんですよ。マイナス10の人も別に楽しいことしていいわけですよ。だってみんなしないんですね。これは本当に追い詰められた人とかはなんかそんなことでなんか趣味でもやって気分転換したらっていうけど、それどころじゃないってみんな言うんですよね。でも別に困ってる疲れてる人でも別に遊んでもいいわけだし、むしろそういう人こそ遊んでストレス発散すべきなんだけど、日本人ってのは真面目だからそれやらないんですよね。これはね。ありがとうございます。もう一つ印象に残ったのが、人間は変えられないけれども、人間関係は変えられる。この言葉すごい深いですよね。これは私が作った言葉だと思うんですけど、おそらく過去と他人は変えられないっていうね言葉はあるんですが、人間関係、人間自体は変わらないけど人間関係なんですね。ここにあるもんですから。だからキャッチボールなので
例えばボール投げて相手が返ってきたのに受けられないとした場合、どっちに責任があるんだってことになった時に、もう変なボールを投げた相手なのか、受けられない自分なのか、まあ両方なんです。だからね、お互いにね、両方ずついい球を投げるようにすればいいし、自分もちゃんと受け止めるこの技術を磨けばいいわけなので、この皆さんなんか、うちの上司は本当にひどいやつだっていうふうに言うけども、実はその上司とうまくやってる人もたくさんいるわけじゃない。例えばその職場に10人いたとしたら、上司とも信頼され、その大嫌いな上司に信頼されてる人もいるわけですよね。だからね、そうなってきた時にその絶対的なものじゃないんですね、こいつはダメな人間だっていうのはあなたにとってそうなので、だからちょっとそのうまくいってる人たちはどうやってその付き合ってんだろうとか、視座を変えて見てみると、その自分もそれ真似てやってみると、こういう人はこの人はこういうのが好きだとか、こういう仕事ぶりが好きだっていうことで調整していくと変わっていくんですね。だからうちの上司はダメだではなく、人間関係は変えられるので、少しずつでもマイナス10をマイナス9にする方法っていうのが必ずあるはずなので、変えてほしいなと思いますけどね。そう考えると、もうすぐできることもたくさんある。そうできることたくさんあるんですよね。あと皆さんネットで調べればいいのに、なんで調べないのかなっていうふうに思うんですよね。その何していいか分かりませんって来るんですよ、今のこと言うとね。ネットで調べたら、例えば上司と人間関係を改善する方法って入れれば、もう何十個でも出てきますよね。それをできそうなところからやっていけばいいと思うんですよね。じゃあちょっとこれからの話を、樺沢さんのお話をお伺いしたいんですけど、淡々とこれからどんなことをやって。そうですね、私はその最初にもお伝えしましたように、私のビジョンというのは情報発信によるメンタル疾患の予防ということを考えてますね。情報発信というのは出版、そして今 YouTube、SNS など全部合わせて言ってますけど、予防ってことになりますと、例えば治療っていうことであれば、100人の例えばうつの患者さんを治療しましたってことは素晴らしいことだと思うんだけど、100人の人を予防しましたって言っても、その中からうつになる人って1人しかいないわけだから、今現状においてね、長期で見るとさっき言った 20% ぐらいになるんだけども、やっぱり1万人よりは10万人、10万人よりは100万人、100万人よりは1000万人に情報をリーチして知ってほしいということですね。で、知っていれば予防できるってことがあるんですよ。例えば睡眠を削るとうつになる確率も跳ね上がるし、最近は認知症になるリスクが跳ね上がるんですね。で、皆さんそれ知らないんですよ、そもそも。少なくとも20代で徹夜して仕事をやってる人は、よし今日は徹夜で頑張ったぞって言ってすごい満足感ね、したると思うんだけど、それ寿命縮めてますよってことをみんな知らないですね、ほとんどの人は。だからそれ知っていれば、ちょっと徹夜まではしないでね、ちょっと早めに終わらそうとかね、やっぱ思うはずなんですよ。知るだけで予防できるんですね。だからこの情報というものをできるだけ一人でも多くの人にお伝えしたいというふうに思っています。だから書籍で言うとね、ベストセラーを出したいというとなんか儲け主義だとかなんかね言われるんだけども、一人でもその健康や予防にね役立つ情報を一人でも多くの人にお伝えしたいっていうのが私の思っているところですね。なので本もたくさんの人に読んでいただきたいし、YouTube などもたくさんの人に見ていただきたいっていうことを思いながら、多くの人に伝わるような、情報発信をしていきたいと思ってます。素敵です。それ聞けて嬉しいです。もしそのメンタル疾患がなくなって情報がこう皆さんに行き渡って、何でも助けてもいろんなことが話し合えたり、相談できたりする。その先にある世界ってどんな、天国のような世界でしょうね、それはね。どんな具体的に天国はどんな具体的な世界だから地獄っていうのは要するに相手をそのなんていうのかな、自分と同じ人が集まるとも言われてるんですね。だから他人をけなしたり悪口を言ったり足を引きずり下ろし相手のねしたりする人同士がただ集まってるのが地獄の世界であって、お互い助け合ったりなんだっけ三尺三寸橋っていう話ってのがあるじゃないですか。このすごい長い話があって、それを使わないとご飯食べれないんだけど、天国では相手の人にそれを食べさせてるけど、地獄ではこうやって自分では食べれないって言って飢えていくっていう話があってますけど、それと同じでもっとみんな戦々恐々としないで、お互いに困っている時はそう話を聞いてあげたり、仕事で困ってる人がいたらちょっと手伝ってあげる。自分もその享受できるわけだから、それが実現したら本当に素晴らしい世界、もっと生きやすいですね、世界になると思いますけども。なるほど。それはも
大きな世界でなくて身近なところからもしか身近なところだとすごくだから実現しやすいので、自分の家族であるとか、あるいは職場でいうとチームですね、5、6人ぐらいのチームで皆さん仕事してると思うので、そこの人たちに対して、さっき言ったケアしたりね、困ってないとか、そういうことを言っていくことで自分の周りに天国を作り出すことはもう1ヶ月ぐらいでも可能だと思いますけどね。もしかしたら自分自身が一番最初にまずだから自分自身からこの言語化の魔力でいうとポジティブな言葉を使いましょうって書いてあるんだけども、チームでそういうネガティブな言葉がね多いチームもあると思うんだけど、まず自分からそういうのを使っていかないと始まらないですよね。だから自分から第一歩を踏み出すってことはとても大切です。ありがとうございます。じゃあ最後にこの本をまだ手に取ってない方、それからもう手に取られた方も含めて、これを見ていただいている方にこの言語化の魔力を改めてちょっと伝えいただいて。そうですね。この言語化の魔力、言葉にすれば悩みは消えるっていうねサブタイトルがついてますように、皆さんなんか悩みをすごく悩んでるんだけど、辛いです、こういうことで悩んでるんですってことを誰かに言うだけで楽になるんですね。これって言われてる当たり前なんだけど、みんなほとんどの人はやらない。なので、すごい私今まで41冊本書いてるけど、皆さんできませんって言うんだ、これをやってくださいって言うと、朝散歩してくださいってできませんって言うんだけど、辛い時に辛いっていうだけなので、多分一番簡単な方法だと思います。でそこに必要なのは何かというと、テクニックではなく勇気なんですよ。ちょっと仕事でちょっと今困ってるんだよねってただ言えば弱音を吐くだけなので、勇気さえあればできるので、その勇気というものをちょっとこの言語化の魔力を読むことで得てほしいなと。そうすると明日からでもできるんです。これは本当にテクニックじゃないので。なので皆さんも辛い時困ってる時、辛いですって言ってほしいし、あと皆さんの周りにそういう人は必ずいますので、そういう人の話にちょっと耳を傾けるだけですごいお互いが助け合い